どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、最近自分が新しい熱帯魚を紹介していないことに気づいていますでしょうか？今年に入ってから生態を導入したという動画はいくつか出してきたんですが、まだ飼育したことがない熱帯魚を紹介する動画は一つも出ていません。かろうじてコケ取りのエビは新しく導入しましたが、熱帯魚はまだです。ちなみにその新しいエビ導入動画はおかげさまで投稿して2ヶ月で30万再生を突破し、自身の動画再生数トップ3になってます。過去最速で30万再生を突破した動画になり、感謝感激雨あられ。そんな感じで話はそれましたが、新しい熱帯魚を最後に紹介したのはおそらく去年の11月30日に出したコリドラスイルミネータスゴールドだったと思います。今までは結構新しい生態を導入しましたで1ヶ月ごとぐらいに紹介していたんですが、なぜ半年以上も空いてしまったのでしょうか？そこには深いわけがありません。特段理由はないです。ただ単に自分が飼育できそうで紹介したいって生態がいなかっただけです。出してなかった理由を明かさずに引っ張ろうかと思ったんですが、特にないとか最後ら辺で言ったら視聴者さんたちにボコボコにされそうだったんで、最初に白状しておきます。というわけで今回はそんな超久しぶりの新しい熱帯魚導入動画です。お安いのにめっちゃ綺麗な生態なので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速今回購入した生態を開封していきたいと思います。購入先はいつものペットバルーンです。出てきたのはいつもの発泡スチロール。寒い時期に購入していたため、カイロで保温している梱包特有の空気穴が開いています。カイロは密閉された状態だと発熱しないので、そのために穴が開いてるんですよね。もし生態を個人で発送しようと思っている方は、間違っても真冬に密閉してカイロは入れないようにしましょう。出てきたのはいくつものパッキングされた袋。今回は水草とかは一切なく、純粋に生態のみです。他にも購入している生態はいるんですが、動画で紹介するかは未定です。もし紹介するときは見てやってくれると助かります。というわけで今回紹介する生態はこちら、ゴールデンテトラです。価格は1匹280円。こちらはゴールデンの名を冠する超綺麗な熱帯魚です。結構市場でも流通しているようですが、自分が通っている店舗ではあまり見かけません。こんなに綺麗なのに価格がリーズナブルということで結構な数買ってしまいました。その数なんと45匹。合計で12,600円ということで安い。いや、安くはないんですけど、このギラつき具合の熱帯魚を大量に買って12,600円なら安いということにしておきましょう。そして導入する前に数を確認したんですが、実は2匹多かったです。47匹もいたということは、これはもう爆アドですね。ゴールデンテトラはブラジルアマゾン川支流に生息する熱帯魚で、飼育しやすいことで有名な小型カラシンの仲間です。よく見るとカラシン特有の尾びれと背びれの間にある脂びれという小さな突起があります。最大体長4センチ、適正水温24から28度、適正水質弱酸性から中性、餌は何でも食べます。飼育難易度に関しては全く高くなく、個人的にはカージナルテトラやネオンテトラと同じくらい飼いやすい種類です。性格は温厚で、他魚を追いかけたりすることはあまりありません。ちなみに紹介するためにいろいろ調べたんですが、あるサイトでは若干高めな水温がいいというところもあったり、低めの水温がいいというところがあったりしたので、どれが本当かはわかりません。自分は正直22から28度くらいであれば耐えられると思ってるので、普通の熱帯魚と同じくらいの温度で管理していれば特に問題ないと思ってます。このゴールデンテトラはその名の通りゴールドに輝く体色が特徴的で、ライトに照らされて光り輝く姿はまさに宝石のよう。ちなみにこの輝きは体表につく微生物が原因のようで、改良品種張りの美しさを誇っています。
こんな熱帯魚が普通に泳いでるって考えるとすごいですよね。そして代表につく微生物のおかげで光り輝いているなら、採取して時間が経つとこの輝きが失われる説というものがあるんですが、全くそんなことはありません。すでに半年飼育していますが、導入時と全く変わりない色合いをしています。なので、たまにある体表の微生物由来で光っているプラチナ個体は、買い込むと色が落ちるというのはあまり気にしなくていいと思います。寿命が近づいてくると他の生態同様、色が薄くなってくることはあるかもしれませんが、そこ1年くらいで全く別人のようになることはないです。そしてさっきからお見せしている映像で疑問に思った方もいると思うんですが、このゴールデンテトラ、ゴールデンじゃないんですよね。ゴールドといえば結構黄色みがかった体色を思い浮かべるんですが、このゴールデンテトラはどちらかといえばシルバー。綺麗なら何でもいいんで、自分は銀色でもウェルカム。ちなみにこのゴールデンテトラにはアームストロンギとロドウェイという2つの種類がおり、アームストロンギに関しては体側の真ん中にブルーのラインが入ることから、ゴールデンテトラブルーラインなんて呼ばれたりもしてます。そしてこのアームストロンギとロドウェイの流通量なんですが、調べた感じだとアームストロンギの方が多く流通していると言っているところが多いです。ただ個人的所感としては最近はロドウェイの方が多い気がしてます。今まではアームストロンギの方が流通量が多く比較的安価だったんですが、市場価格を見てみても若干ロドウェイの方が安い傾向にあるんですよね。これは正確に調べたわけではないので話半分で聞いてもらいたいんですが、ここ数年で若干流通量に変化があったのかもしれません。もしお近くのショップでロドウェイとアームストロンギが販売されているのであれば、2種類の価格を教えてもらえれば幸いです。そしてこれもまた2種類いるゴールデンテトラ特有の事例にはなるんですが、見てもらったらわかる通り、若干体色が違う個体が混じってるんですよね。完璧にシルバーに輝く個体もいれば、若干黄色みがかった光り方をしているやつもいます。おまけに体側の中心に通っているラインが青だったり金色だったりしてます。これはおそらくロドウェイとアームストロンギが混ざっているからだと思います。ペットバルーンの販売名はゴールデンテトラなので、どちらも入っている可能性があるということですね。ちなみに過去にはゴールデンテトラロドウェイと言いつつ、すべてアームストロンギを送りつけてくるネットショップもありました。もしかすると問屋からお店が仕入れる際はざっくりゴールデンテトラとして入ってくるのかもしれません。一見すると見分けがつきにくいですし、種類を判別し損ねる可能性も高いから、一緒くたに販売した方がトラブルも起こりにくい気がしますしね。こういうランダム性も一匹一匹の個性が出ていいと思います。どうしてもどちらかがいいという方は、ロドウェイかアームストロンギまで書いているところで購入した方がいいです。というわけで解説も一通り済ませたので導入していきたいと思います。導入するのは以前お見せした30センチ溶岩石レイアウト水槽です。若干赤く色づき始めた水槽にこの熱帯魚は入ること間違いなし。ゆっくりゆっくりと出ていってます。暴れると心配になるんですが、さすがはカラシン、安定の落ち着き具合です。なんかバタバタしてると水合わせに失敗した気がしちゃうんですよね。最後ら辺は引っかかっちゃったんで強制的に出て行ってもらいました。というわけで導入直後の映像がこちら。緑色にこのメタリックカラーは最高に綺麗ですね。こういう生態はなんか人目を引きますし、アクアリウムをしていない方でも食いついてくれるのではないでしょうか。来客がある方は目立つところに置いた水槽にこれ見よがしにゴールデンテトラを泳がせるといいかもしれません。以前捕獲しないことで悩んでいたグロッソスティグマから放たれる気泡が顎についているやつもいます。この気泡、ご覧のようにヒレとかに結構つくんで、パッと見白点病かとドキッとするのがたまに傷です。気泡自体は綺麗なんですけどね。若干引きで見るとこんな感じ。最高に綺麗です。レイアウト水槽にこのギラつき具合は個人的にドストライクです。
緑色との相性はどうかなと思ったんですが、結構いいと思います。これが改良品種だとなんか人工物感あって違和感と思われる方も出てきそうですが、ワイルド個体ですからその心配もありません。マジでおすすめ。そんな感じでゴールデンテトラをお迎えしたんですが、実はこれで終わりではありません。ここに追加して生態を入れます。それがこちら。ゴールデンテトラアームストロンギです。こちらが先ほどから噂のゴールデンテトラブルーラインとも呼ばれているアームストロンギ種です。こちらも同じゴールデンテトラなんですが、ご覧のようにしっかりと綺麗なブルーラインが体側に引かれています。さっき導入したゴールデンテトラの中にもうっすらと青色が見えていた個体はいましたが、ここまではっきりと出ている個体はいませんでした。それもそのはず、この3匹は2年前に怪しいネットショップフォレストで購入し育てていた熟成個体なんです。これがさっき言ったロドウェイと書いていたのに全部アームストロンギ送ってきたやばいショップです。まあもう閉店したんですけどね。その時は5匹購入しており、その中の3匹が生存している形です。購入した時はだいぶ小さかったんですが、立派に育ってほぼマックスサイズ。体高も高くなりプリップリです。そしてこの3匹を入れることでちょうどゴールデンテトラが50匹になるんです。というわけで導入。先ほどのゴールデンテトラたちと比較してもすぐ違いがわかると思います。こうやって見ると若干ギラつきは控えめになってる気もしますが、依然綺麗です。体色が地味になると思って購入を躊躇している方がいれば、2年育ててもこれだけ綺麗なんで心配しなくて大丈夫です。そんな感じで合計50匹のゴールデンテトラが泳ぐ水槽となりました。予想以上に綺麗な個体ばかりで大満足。今回は久しぶりの生態導入動画となりましたが、まだ動画にしていない生態が結構いるので、またコンスタントに紹介していければと思います。他の生態紹介動画が気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。